マコです。せーの、栄光学校です。はい、というわけで来ちゃいましたね。来ました、福島郡山。はい。新潟本店さんにおります。真っ最中。ということで、そのくっそ忙しい時。薬についてはね、僕ら結構すでにこんな感じで日本酒作るんですよってなってるんですけど、まあ、蔵ごとに、こだわり部分がね、新潟さんは結構こだわりの4段仕込みとかね、やってますから、そういうところをね、中心にご紹介できればと見てみたいと思います。うわぁ、これだね。これぞって感じだね。めちゃくちゃかっこいいなと思って、もう。あ、この門すごいですこの門ね。すごいね。なんか、馬に乗って帰ってきたくなるよね。これちゃんと残ってるのがすごいね。いや、本当に。梁とかすごい。石井さんとこはこういうのは全然ないですからね。ない。全部壊しちゃった。お椀の飾りがあるのは、一宿一般指定という。だから旅の人が一晩泊まらせてあげるっていうのをイメージするという目印みたいです。ここが元場という場所になりまして、酒のベースを作る場所ですね。酒房室、うちは酒編に元と書いて元場というように、呼んでおります。今日はですね、朝木桶、4つ並べてみんなで元すり作業を、しました。はい、木桶に蒸し米と、米麹と、はい、あとお水を。倉本さん登場でございます。よろしくお願いします。めっちゃ綺麗ですね、しかし。めちゃくちゃ綺麗。うちは酵母無添加で蔵打ちの菌たちで酒を醸す、なので無菌にしてしまうと酒できないんですけど、やっぱり汚いと汚い菌も住み着いてしまうので、菌との距離感という意味ではこの柿渋をで清潔なんだけどちゃんと菌の、住みかもある的ないい距離感を保っているつもりです。ここからこれがスタートに。大体酵母無添加でやると20日目ぐらいに沸き始めて、ただ今年のうちの蔵付きは非常に酸が高い、酸をしっかり出してくれるので、それは楽しい菌またですね、去年はおとなしめな味わいの酵母だったんですけど、今年はちょっと分析をしたらですね、リンゴ酸の多く出す酵母がちょっと高くて、リーダー本系史上かつてない酸度、蔵元が夜も眠れずに大変だったみたいな。不確実に起こることとかも含めて取り込もうっていうような感じでやられてるんですか？そうですね、はい、やっぱり酵母無添加らしく毎年安定はしないと思うんですけども、やりがいもあるんではないかなと。逆に不安定だからこそやる気がいいっていう。そうですね、はい、自給自足を目指すうちらしい仕込みの仕方なので、毎年変わってもいいのかなと。いや大変ですよ、毎年変わるってマジで大変ですよ本当に。余談仕込みはい、じゃあ先余談。うちが自然酒というのは全部組み出し余談してまして、今日はその余談仕込みを実際にどういうふうにやってるかをお見せします。ここの中に入れるわけなんですけれども、はい、で今ここにやってきます。はい、先ほど蒸し上がってたやつをここまで人海戦術で運んでまいります。なるほど。でここで受け手に渡して、そのまま入れます。本来普通の仕込みは氷液とか冷やしてから入れるんですけども、余談だけはうちはもう蒸し上がった状態で入れます。そうすることでこのちっちゃいタンクの中が30度から40度ぐらいに温度が上がって菌の活躍しやすい温度に、上がります。発酵しているタンクの一部をこちらに組み出して、それで発酵中のもろみなので
米麹の持つ酵素が蒸し米を透過させるんですね、はい、でこの中が麹の甘酒を作るような状態、通常そのまま汲み出さずに入れたりとか、あと今は酵素剤っていう便利なものがあって、それを入れると8時間ぐらいで甘くなるんですけど、うちは発売当時からこの汲み出し余談というのをずっと続けてるので、うちのお米の甘みがたっぷり詰まったお酒になります。この透過したものをそのままほっとくとまたアルコールになっていくので、はい、3日間ここで、甘くした状態で夕方元のタンクに戻し、次の日の朝からすぐ醸造。イメージいくと3種類4種類ぐらいの蔵付き酵母が、たまたまその時の米の硬さとか、たまたまその時の人付きとか麹由来で A が立ち上がってきたり B が立ち上がったり、 A が立ち上がると結構差が高かったり、 B が立ち上がると泡が結構高かったりっていう感じかな。その再現性を出すのはすごく難しいけど、やっぱりうちのオリジナルのお酒ができるっていう意味ではすごく魅力的だなと思うし、今後やっぱりその BY によってやっぱり今年はこんな酵母が立ち上がってきてこんな酒になりましたというふうな紹介の仕方をしようかなと。ヴィンテージにできる。そうだね。年度によっての楽しみ方が変わってきます。そうね。でもあんまり幅があるとね、違う商品になっちゃうので、そのきちんとしたその個性の枠の中で多少ヴィンテージで違いが出てくる。今年の米はどうですか？今年の米はね、自然栽培、有機栽培のものはそんなに硬くないです。あ、そうですか。おおむねみんな硬くてすごい溶けないんだけど、うちなんか使ってる米は全然溶けない。結構西でもね、東北の米でもどっちも溶けないっていう情報があるよね。そういう意味では有機栽培とか自然栽培は今年は逆の年も残念ながらあるので、足して引けばいいですよ。ただお米の出来の良さは間違いなくやっぱり他の米に比べればいい。お米自体がピュアなので苦くなくても、うちは80%の純米が強いんですけど、やっぱその雑味が出にくいっていうのはお米の良さ。震災で原発爆発して福島県の有機栽培とか自然栽培のお米はそれまで食べてたお客さんがやっぱり、意識が高い人が多かっただけに、ちょっと風評被害も深刻なので、そういう福島県にとっては大事な農家さんにじゃあ酒米を作ってもらって、でそれを僕らが酒にして、でそれを飲んでもらって、じゃあ一緒に飲もうと。福島県でも一番あったかい太平洋側のいわき、あと南相馬で山田錦とお町、あえてその難しい酒米を作ってもらって、福島県の有機栽培自然栽培のお米はもう全然問題ないですよというのをアピールしたいなというお酒です。今までは白麹で脂肪を立ててた純米大吟なんですけど、ですからこの純米大吟は肝になります。穏やかは白麹で元を立てることで、白麹のクエン酸が乳酸菌の乳酸代わりで雑菌を抑える。で浄土の乳酸はもちろん入れない、お米と水だけなんだけど肝とでもない粒状でもない、ちょうど中間の白麹脂肪が一つの特徴だったんですが、だんだん最終的には肝ときたいで、穏やかの最初の肝とはこの岩木さんの純米大吟醸にしようと。麹経由で元に行く乳酸菌なりいろんなバクテリアのやっぱりその人が変わるとその菌層が変わる。やっぱその乳酸菌とかはその人好きと蔵好きがあって、なんかだと彼が入るとどうもその肝との出来悪いなっていうやつがいて、そいつはその肝とのには入れないっていう。単独だと悪いんだけど、なんかうちの菌と合わせるとものすごいいいと思います。それありそう。そういうのって面白いよね。仕込み蔵のタンクの配置がここにあって、わざわざあっちのタンク行って確認しなくてもここで何が入ってるか一応分かる。ほら、なるほどよ、ここだけね。本当が今日作業水準っていうのをさ、伝統構えてしている場所です。座ったらダメですからね。絶対座ったらダメですからね。当時しか座れないとこですからね。絶対座ったらダメですからね。本当に。絶対ダメですからね。
めっちゃいいタイミングですごいいいタイミングです年末に導入した2個目の木桶です。今回は田村というお酒ですね。田村というブランド自体がうちの自社の田んぼで採れたお米と、オール田村さんという形になるんですけど、もう一本うちの自社の山で切った杉で木桶を作るプロジェクトが始まっているようで、自給自足を目指すという意味ではいいかな。桶をここに入れた時にスタッフ全員がこの桶の後ろに次の世代に向けてのメッセージを書いてある。ちょっと特徴的なやつ読み上げてください。半酒がいつまでも愛されますようにっていうああ、いいメッセージ。それあれじゃない？つけ太郎じゃない？つけ太郎メッセージ。つけ太郎だねつけ太郎のメッセージは。これ取れてるかな？この木の中に住み着いた微生物がいかにお酒に影響を与えるのかというね。温度管理とかはもうできないっていうこの温度管理はもう、しないで、できなくはないようなんですけど、あえてしないで自然の発酵にお任せ。何も接着剤も何にも使ってない。そしてあそこにあった放浪タンクがいつか全部木桶にしたいという思いが。すごいな。木桶ってそのでっかくもできるんですか？結構多分これが上に上がれば。多分最大だと思う。これが最大、ってことは結構ワンタンクの量結構ちっちゃくなっていくってことですね。しかもこれ5年とかですよね、使えても。いや結構これは使える。あ、そうなんだ。ただメンテナンスが大変だと。100年後まで使うわけですね、これ一応。ずっと乾燥しちゃうと水が漏れるようになっちゃうので、なるほど。ある程度やっぱりこう水を張ったり定期的にそういう面倒見てあげる。めちゃくちゃ大変だろうな。めっちゃ大変やね。めちゃくちゃ大変ですよ。だってちょっとなんか変なことしたらカビますからね。確かに。めちゃくちゃ大変。金魚濃い。金魚なんですよ。金魚金魚すくいの金魚がこんなに大きくなっていただきます。美味しい。お水は自社の山とあと自社の田んぼのそばで井戸を掘った水を。2種類使われてる。そうですね。硬さ的にはどんな感じなんですか？硬さ的には井戸の水の方が中硬水で、山の方が軟水になってまして、自然臭はほぼ、中硬水ですから、なるほど。で穏やかの方に軟水を単独で、入れてはい、こちらが自家栽培の田んぼと。なかなか広大ですね、これ。ズドンと。ここ以外にもあるんですか？さっきの通ってきた。さっきのところと。あれもそうなんだ。収穫量としてはどんぐらい取れるんですか5票とかですか？一旦3 3票やばいと。一旦3票ってやばいっすよ。まあ確かに確かに多分観光栽培で。ぶどまりは相当悪いと。そうほど悪いと思います。それはその米で1500円とか2000円とかで売ってるのはやばいですよ。確かに実際いくら自社電といえ効率よりもこの有機栽培にこだわる結果取れ高としてはそんなに効率は良くないけどっていうことですね。すごかったですね。いやマジですごかった。立派でしたね。普通の蔵と違うところがいろいろ多々ありましたね。ありましたね。なかなか聞けない話もね聞けてね。木桶見れたのすごいね。いやよかった。なかなか見れないですから、ぜひ皆さんもぜひ遊びに来ていただければ幸いでございます。ご協力ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでこの動画いいと思った方チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。英語学校の Twitter のアカウントも始めておりますのでこちらもぜひフォローをお願いいたします。はい、というわけでまた次の動画でお会いしましょう。今日もありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。ラムネのような爽やかな匂い
です。